How are you doing, guys? It's Samurai Japan. この番組は元在京メディア出身のサムライジャパンがお送りする腕時計の専門チャンネルです。さて、今回は先だってお送りしましたこれからどうする成功に寄せられたたくさんの貴重なご意見、皆さん丁寧に真摯に書き込んでくださりまして、乱暴なコメントは一つもなく素晴らしいと感じております。感動すら覚えます。ありがとうございます。この貴重なご意見は全文読み返します。ただ、一度に全部読もうとするととても長い動画になってしまいますので、前編と後編に動画を分けて読み返します。あまり時間を置かずに後編も配信しますので、少し退屈かもしれませんが、どうぞお付き合いのほどお願いします。そして国産メーカー関係者の方、ぜひオーナーさんの声に耳を傾けてください。これは財産です。万が一、素人が何を言うと思ってしまったら、国産メーカーはもはや伸びしろがないかもしれませんね。だって全部ヘビーユーザーのお客様のご意見です。これは苦情ではなくて愛情ですね。愛情なくして皆さんこんな長文書かないですよ。そして右手には対照的にロレックスのイメージを流しておきます。それでは前編スタートです。 Let's go。 ではまずは千賀寺さんです。成功なぜか迷走していないかと最近よく思います。限定品乱発しているし、価格も高めでコスパが悪い。決して悪口ではないのですが不満があります。またムーブメントの精度のばらつき、海外製ならクロノメーターが変えてしまう。満足感が湧かない。もう少し頑張ってほしいと思います。日本を代表するメーカーなので。一方オリエントの業績はどんなだか気になりますといただきました。いやー、そうですね。これから読んでいくんですけれども、限定品の乱発、そうですね。例えばカシオとか、G-SHOCK とは少しブランドのポジショニングが違うのかなと思いますので、あとは精度のばらつきですね。本当に、もう10万円出せばクロノメーターですよ。全品検査、クロノ検定協会に出して検査をして、でダメだったら弾かれますのでね、もう一本一本ですよ。抽出ではなくて全品検査、これすごいですよね。はい。でオリエントの業績、そうですね、セイコーエプソン、オリエントなんとなくいい感じだと思いますよ。はい、ありがとうございます。次はガチャピンさんです。セイコーの値上がりは何の根拠があるのか分かりません。6R35 にしたから、サファイアにしたから、スイス勢が右肩上がりだからでしょうか。セイコーはどこを見ているのか分かりません。少なくとも日本は見ていませんね。すみません、愚痴が止まらないのでこれくらいで。セイコーはよく購入しているので頑張ってほしいといただきました。いやー、本当にそうですね。スイス勢と同じように値段を上げても、そういうことですよ。つまりは性能ですとかデザインとか、それに追いつけるものがあれば納得できるんでしょうね。いえいえ、ありがとうございます。そして次はバーフバリ誰かさんですね。セイコー話題になるので人気あるんですね。たまにはシズンさん取り上げて救ってほしいものですと。前回のあれですね、売上高だけを見るとシズンはね、これでも情報修正して予想を上回っていると。好調な、これは本当に朗報ですよね。ありがとうございます。魅惑のブルーさん、安く作って高く売る、一番ダメなやつですね。でも今の日本では時計に限らず何でもそんな感じかもしれませんね。笑いといただきました。安かろう悪かろうですね。これだとね、もう本当に負のスパイラルにしかなりませんので、そのあたりどうでしょう。そして、かなやすさんですね。成功頑張れ、国産頑張れの侍さんのメッセージわかります。僕は侍の YouTube でプレザージュを気に入って買いました。そしてお気に入りです。でも遊び心おしゃれにムーンフェイズとか作ってほしいと思うのですがどうですか。セイコーのオリジナルのムーンフェイズを
10万円以内でって勝手な話ですね。笑いといただきました。ありがとうございます。いや、ムーンフェイズいいですよね。こう、ロマンがあるというか、伝統的なエレガンスがありますよね。はい。そういう分野もぜひね、チャレンジしてほしいです。ありがとうございます。そして次が、G マニーさんですかね。機械式に関しては確かに手抜き感ありますね。せめて対峙性をオメガと同等にしてほしいです。その性能で手巻きをお願いしますと。もうオメガの対峙性も凄まじいですから、もう何十倍になるんでしょうっていう感じですね。はい。ほど遠いですが頑張ってほしいです。ありがとうございます。そして、続きまして、鬼ヤンマさん。他の YouTuber の方であまり聞いたことがなく、私だけの感覚かと思ってましたが、何か違うと近年感じていたことを動画にしていただき、感謝しますと。いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ。なるほど。皆さん、大体思ってらっしゃいますよね。そうですね。メディアでいうところですね。一見、例えばご意見とか、オピニオンがあると。その後ろに、例えば100人とか、1万人とか、それぞれのメディアの単位があると思うんですけど、その方の意見が実はポテンシャル的に隠れているだけというふうにね、よく言いますので、3件4件と来ますと、それはもうその何百倍、何千倍のカスタマーの方が思ってらっしゃるという場合が多いですね。はい。それが、いわゆる統計、確率ですよね。確率統計。はい。ありがとうございます。次は、ふみたんさんです。おっしゃることわかりますし、私も同じことを感じてはいます。少々辛口ではありますが、成功の瞑想は70年中盤から結局ずっと続いていると、そう思っています。続きは革命を起こし、革命というのは例えばクォーツとかそういう意味ですかね。自らも壊し、自身の伝統を見切ったツケはあまりにも大きく、時代も変わり続けて今日に至るといったところと解釈しておりますと。私はロレックス等スイス時計好きですが、セイコーも愛用しています。日本人として見守りたい。ただそう思っております。セイコーに言いたいことは山ほどありますがと。生意気言ってすみませんと。いえいえ、とんでもございません。70年代からですか。よくよく考えると、みたいなところがね、あるかもしれないですよね。はい。ありがとうございます。そして次は、デュアッドタイプ3さんです。6RK には不満がありますね。平置きと3時下置きの姿勢差、精度のばらつきがひどい。せめて3時下置きの日差マイナス10秒以上のムーブメントは検品で跳ねてほしいと思いますと。そう、この辺りですよね。ありがとうございます。じわっと参りますのでね。次はなおさんです。侍ともこの話をしましたが、と、以下ですよね。時計に詳しくない人のイメージは、セイコー、あるいは GS は、デザインは地味だけど、安くて正確ですが、真実のセイコー、GS も含めて、高くて不正確だけれど、外装は良いと。ですから、全く逆ですと。つまり、見た目だけ良い時計と。プロスペックスだけではなく GS もと同じ価格帯でスイス勢には全く勝てない。新ムーブが出てようやく背中が見えてきたレベルです。追いつくまでは行ってない。実に残念ですが、逆に言えば、上がり幅が大きいですから改善を期待したいものですといただきました。ありがとうございます。おっしゃることよくわかりますよね。であとはやっぱり GS は新しい 9S-A5 ですよね。これがどこまでスイスと競合できるかといった具合ですよね。そのあたりのこともおっしゃっているんだろうと思いますね。ありがとうございます。次へ参りますね。C2608 さんです。技術的にはものすごいものを持っているだけに、最近のブランディングの迷走っぷりは本当に残念でなりません。そういえば今回の動画で思い出したのですが、
かつて iPhone が発売されて世界中で大ヒットした時に、携帯を製造している日本のメーカーがこぞって購入して調べたそうですが、何も真新しい技術的なものは何もないことに驚いたそうです。なるほど。で、結局既存の技術をいかにうまく組み合わせてブランディングするかが日本メーカーは下手なことを表す端的な事例だと思うのですが、日本メーカーにありがちな技術オリエンテッドではユーザーにとって良いものがなかなか生まれないそうですね。今のセイコーもスイス勢に対して勝てないのはそこかなと。過去技術面だけなら全く負けてないと思いますとね。こう全体的なブランディングの話ですとか iPhone、発想の転換ですよね。こういうのができるとやっぱりイノベーションと言えますよね。私も iPhone 一番元祖からすぐ買いましたのでね。はい、ありがとうございます。続きましていきますよ。ショルダーズ・オブ・ジャイアンツさん。復刻限定が多すぎる。ありがたみが全然ないと。昔の良質なデザインは今でも色あせないんだから、復刻ではなく再生産、再販売にしたらどうか。せめて、プロスペックスの X マーク消してくれ、泣き。プロスペック X マークですよね。まあ PS というところです。これは、ね、外国 YouTuber または外国の反応を見てもあまりよろしくないですね。どうしても慣れないとか、なんとなくダサいなという意見をよく見ますね、コメントで。はい。そのあたりはよくウォッチしておりますので、いや、本当におっしゃる通りですね。アビスさん。いきます。時計に興味のない庶民であれば、シチズンのエコドライブクォーツを選択する可能性が高いかもしれませんね。なるほど。時計に詳しくない一般庶民の目に映るものとしては、シチズンの時計の方が安く使い勝手よく映るような気がしますと。そして一件のご返信が誰だろう。FAL5110 さんですね。時計に興味のない庶民はシチズンも選べません。シチズンはですね、私の周辺ですと、例えば福祉関係の、理事長さんであるとか公的な職業の方に多いように見受けますね。私の周りだけですので、母数は少ないですよ。はい、ありがとうございます。それから一郎津本さんですね。私の 6R35 アルピニストは開封直後より1時間1日ではありません、で15分進む。1時間で15分進む15秒ではありません。驚愕の精度でありましたので即製品交換をしてもらいました。ひどいな。このような製品が、市場に出回ってしまう検査体制に疑問を感じております。頑張れセイコーと。いやー、コメントに苦しみますね。はい、わかりました。ありえないですね。はい、次へ参りますよ。イエスマンさんです。セイコー設立当初はダタオスイスの志を感じられ誇りに思いましたが、今現在は知名度が上がり利益を上げるため新製品を生産している感が否めない気がします。何かと限定モデルが多いと思いますが、このままですと限定モデルと定番モデルの比率が逆転するのでは。もうすでにしたりしてしていたりしてと感じておりますと。限定を乱発、ちょっとね G-SHOCK などとはブランド戦略は違うんだろうとおっしゃる通りですよ。限定を乱発するとありがたみもないですし、何か特別な時に出すですとかね、そういうのがそしてレギュラーモデルに力を入れる。ありがとうございます。吉田さんですね。まず私もセイコー好きでそこそこの数は所持しています。いやー、たくさんお持ちですよ。先日遅ればせながらタイムグラファー購入しました。早速計測してみましたが 6R の当たり外れは驚きです。同価格帯のスイス製の方が安定しているようですと。ETA ベースは思いのほか安定しています。
デザインはいまいち、性能はピカイチはどこに行ってしまったのでしょうね。はい。ここは一つ本腰を入れて手こ入れしてもらいたいものです。迷走しているように感じます。ただあくまでも、一ファンとしての、いや、とんでもございませんよ。いや、本当におっしゃる通りで、この ETA ベース、よくね、汎用ムーブでしょみたいなことをおっしゃる方は、それの気持ちもわかるんですけれど、結果的に、抜群に性能がいいんですよね。ありがとうございます。次へ参りますよ。鬼塚663。私は20年ほど前の、SBGF021 を所有していて大変気に入っています。その時のものと今のものでは作り込みが違うのでしょうかと。多分作り込みは同じなんですよ。変わらずに受け継がれている。つまり、20年前から逆に変わってない、そういうことがおそらく問題なのではないかと。20年前の研磨ですとか、そういう技術、取り付けですとかね、そういう技術は素晴らしいですと。で、他の部分はどうですかと。多分そういうことなんだろうと。ムーブメント、中身であるとか、精度、そしてあとはパワーリザーブ、いろいろ含めてですね、エンジンの中身の方ですよね。手組みのその工房もあるのはもちろん理解していますのでね。ただそこは結構なお値段しますよね、製品だと。はい、雫石ですとかね、いろいろありますよね。はい、ありがとうございます。尾崎さん。本来スイス勢をはじめとする海外ブランドに対し、圧倒的なバリューフォーマネーを発揮しなければならない10万円クラスの進化、熟成がいまいち不足しているのだと思います。ムーブメントの個体差、バックルの仕上げなどなど、成功には国産トップブランドとして頑張ってほしいですと。このムーブメントの個体差っていうのは私からするとよくわからないなという印象ですね。1日にプラス15秒とかマイナス15とか、そのぐらいの歩幅がブワーンと一気に出てしまうと。となると、自分は何を買ったんだろうと。みたいなことに、なりがちなのかなと。ありがとうございます。そして、ライニングシルバーさん。初めての高級時計は GS と決めていましたが、これを見て決心しました。少し予算オーバーですが、ゼニスの新作のクロノグラフにしますと。わかりますよ。そして一件の返信が、FAL さん。ネットの一意見で長年の考えを変えるとは、どうでしょうね。きっかけってね、人それぞれですので、いろいろあるかなと思いますが、どうしましょう。この辺りでちょうど半分ぐらい来ましたので、続きはまた次回ということで、また後編でお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。